今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。枕元で感じる自然の美しさと静けさで眠りの世界へと導く物語をお届けします。この動画は自然を感じる物語、オリジナルストーリー6話が収録されており、深い眠りへの助力となることを祈っております。当チャンネル、眠りの語り部では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。自然の調和を求めて。海辺の崖に立つ風の精霊風花は、遠くの空に広がる暗雲を見つめていた。雲は急速に広がり、雷がひらめき始めている。風花は、その異常な気配を感じ取り、長年の経験から嵐が近づいていることを察知した。これは、ただの嵐ではない。風花は、そうつぶやくと、崖の上から海を見下ろした。海の波は激しく打ち寄せ、潮風が強まっている。自然の調和が乱れ始めていることを感じ、風花は深く息を吸い込んだ。私が守らなければ。決意を胸に、風花は崖から飛び降り、風に乗って海辺を駆け巡った。嵐の前触れとして動物たちは避難を始め、木々は激しく揺れている。風花はその様子を見ながら、自らの使命を再確認した。海岸線を進むと、突然、強烈な閃光とともに雷鳴が響き渡った。風花はその衝撃に驚きながらも冷静さを保った。彼は嵐の力を鎮めるために自分の力を使う方法を考え始めた。まずは海の精霊と協力しなければ。風花はそう思い立ち、海の精霊が住むとされる場所へと向かった。そこには長い間交流のなかった古代の力が眠っていると言われていた。嵐を前にした今、協力が必要だと感じた風花は海の精霊に呼びかけた。海の精霊よ、私の声を聞いてください。我々は自然の守護者として、この嵐に立ち向かう必要があります。静かな波の中から徐々に現れたのは美しい海の精霊だった。彼女の名は水葉。水葉は風花の呼びかけに応え、深い海の青い瞳で彼を見つめた。風花、久しぶりね。嵐の力を感じて、私も心配していたわ。共に力を合わせましょう。風花と水葉は手を取り合って嵐に立ち向かう決意を固めた。彼らの使命は自然の調和を保ち、人々を守ること。嵐の前兆が強まる中、二人の精霊はその力を合わせ、自然の守護者としての戦いを始めた。風花と水葉は嵐が迫る中、海辺の崖を駆け巡った。空はますます暗くなり、雷鳴が響き渡る。嵐が本格化する前に、彼らは行動を起こさなければならなかった。風花、まずは海の力を借りて、嵐の勢いを和らげる必要があるわ。水葉はそう言うと、手を広げて海に向かって祈りを捧げた。彼女の体から青い光が放たれ、海の波と共鳴し始めた。その光は次第に広がり、海全体を包み込むように見えた。私は空の風を操るよ。共に力を合わせよう。風花もまた風の力を呼び起こし、嵐の勢いを削ぐための風を吹かせた。空と海が一体となり、自然の力が調和していく。彼らの努力により、嵐の勢いが少しずつ弱まっていった。しかし、嵐の力は予想以上に強大だった。風花と水葉は一旦その場を離れ、戦略を練るために静かな入り江へと向かった。そこで彼らは嵐の力の源について話し合った。嵐の源を見つけなければ、これ以上の対策は難しい。古代の遺跡に何か手がかりがあるかもしれない。風花の言葉に水葉はうなずいた。彼らは嵐の力の源を探るため、海底の古代遺跡へ向かうことを決意した。その遺跡は、かつての自然の守護者たちが残した知恵と力の象徴であるとされていた。遺跡に到着すると、そこは静寂に包まれていた。古代の石碑や彫刻が並び、そこからは強い力を感じ取ることができた。風花と水葉は慎重に進み、遺跡の奥深くへと入っていった。ここに嵐の力の源があるはず。風花はそうつぶやきながら、
古代の文字が刻まれた石碑を調べ始めた。水派もまた周囲の環境に注意を払いながら手がかりを探した。やがて彼らは一つの石室にたどり着いた。そこには古代の守護者が嵐の力を封じ込めたとされる宝玉が安置されていた。しかし、その宝玉はかすかに輝き、再び力を解放しようとしているようだった。この宝玉を安定させなければならない。風花は水派に目配せをし、共に力を合わせて宝玉に向けて祈りを捧げた。彼らの力が宝玉に注がれ、嵐の力を再び封じ込めるための儀式が始まった。風花と水派が古代遺跡の石室で宝玉に祈りを捧げると、宝玉の輝きが徐々に増していった。しかし、その力を完全に封じ込めるためには、さらに深い知識が必要だった。二人は遺跡の中をさらに探索し、失われた知識を求めて歩を進めた。風花。この遺跡には古代の守護者たちの知恵が詰まっているはず。嵐の力を封じる方法もきっと見つかるわ。水派はそう言いながら、古い書物が積まれた一室に足を踏み入れた。そこで彼女は古代の文字で書かれた巻物を見つけた。その巻物には嵐の力を制御するための呪文と儀式の詳細が記されていた。この巻物に書かれていることを試してみよう。風花は巻物を手に取り、水派と共に呪文を唱え始めた。彼らの声が響き渡る中、遺跡全体がかすかに震え始めた。古代の力が目覚め、風花と水派の力と共鳴しているようだった。その時、不意に遺跡の一角から光が差し込み、隠された部屋への入り口が現れた。二人は慎重にその部屋に足を踏み入れると、そこにはさらに古い文献とともに、嵐の力を封じるための神器が置かれていた。これが嵐の力を封じるための鍵だわ。水派はその神器を手に取り、風花に渡した。風花は神器の力を感じ取り、これが嵐の源を封じるために必要なものであることを確信した。これで嵐を鎮めることができる。早く海辺に戻ろう。二人は遺跡を後にし、再び嵐の吹き荒れる海辺の崖へと戻った。そこでは嵐の力がさらに強まり、自然の調和が崩れかけていた。私たちの力を合わせて、この神器を使おう。風花と水派は再び力を合わせ、嵐の力を封じるための儀式を始めた。神器が輝きを放ち、嵐の力を吸収し始める。二人の祈りとともに、嵐の勢いは徐々に弱まっていった。これで終わりじゃないわ。私たちの力を最大限に使わなければ。水派の言葉に応え、風花は全力で風を操り、嵐の力を完全に封じ込めようとした。神器の輝きが増し、嵐の力は次第に静まっていった。最終的に嵐は完全に静まり、海辺の崖には静寂が戻った。風花と水派は疲れ果てながらも、成功に安堵の表情を浮かべた。嵐を鎮めた風花と水派は、古代遺跡から得た知識と神器の力について、もっと深く理解するため、さらに旅を続けることを決意した。遺跡で見つけた巻物には、自然の力の源と、その使い方についての詳細が記されていたが、それを完全に理解するには、さらなる研究が必要だった。風花、私たちはまだ知らないことが多いわ。もっと学び、自然の調和を保つ方法を見つけなければならない。水派はそう言い、風花と共に古代の文献を持って旅を続けた。彼らは海辺を離れ、山や森、川を巡りながら、自然の中に隠された知識を探し求めた。ある日、二人は古い森の中にある秘密の洞窟にたどり着いた。その洞窟は古代の守護者たちが集い、自然の力を研究していた場所とされていた。洞窟の奥深くに進むと、そこには古代の記録が保存された部屋があった。ここに失われた知識があるはず。風花は洞窟の壁に刻まれた古代文字を読み解きながら、水派と共に記録を調べた。そこで彼らは自然の力を操るための新たな呪文と儀式の詳細を発見した。それは自然の調和を保つために必要な秘術だった。この知識を使えば、自然の力をもっと効果的に制御できるわ。水派は新たな呪文を試すため、洞窟の中で儀式を行った。風花もまた、その呪文を使って風を操り、自然の力を調和させた。
二人の努力により、洞窟の中で自然の力が調和し、新たな力が目覚めた。その時、洞窟の入り口から光が差し込み、一人の古代の守護者の精霊が姿を現した。彼は風化と水葉に向かって微笑み、言葉をかけた。あなたたちは素晴らしい。古代の知識を守り、自然の調和を保つために努力している。私はあなたたちにさらに力を与えよう。精霊の言葉に応じて、風化と水葉はその力を受け取り、さらに強力な自然の力を操ることができるようになった。彼らはその力を使い、自然の調和を保つための新たな使命を果たすことを誓った。これからも共に自然を守り続けよう。風化と水葉は手を取り合い、洞窟を後にした。彼らの旅はまだ続くが、得た知識と力で、より強力な守護者として、自然を守り続けることができると確信していた。風化と水葉は、新たに得た力を使って、自然の調和を取り戻すための旅を続けた。嵐を鎮めた後、彼らはさらに多くの地域を巡り、自然のバランスが乱れた場所を修復していった。やがて、彼らは再び海辺の崖に戻ってきた。海辺の崖は、以前よりも静かで、美しい景色が広がっていた。波が穏やかに打ち寄せ、潮風が心地よく吹き抜ける。風化と水葉は、その光景を眺めながら、自分たちの使命を果たせたことに、満足感を感じていた。私たちの努力が実を結んだね、水葉。風化は微笑みながら言った。水葉も笑顔で答えた。ええ、風化。私たちが共に力を合わせたおかげで、自然の調和が戻ったわ。二人は海辺の崖に立ち、風と波の音に耳を傾けた。その音は彼らにとって自然の調和の象徴であり、守るべき大切なものであった。これからも私たちは自然を守り続けるんだ。風化は決意を新たにし、水葉と共に未来を見据えた。彼らの旅は終わったわけではなく、新たな始まりが待っていた。その時、海の向こうから一隻の船が現れた。船には遠くから来た旅人たちが乗っており、彼らもまた自然の調和を求めて、この地にやってきたのだった。風化と水葉は旅人たちに手を振りながら、彼らを迎え入れる準備を始めた。新たな仲間が来たね。水葉はそう言って微笑んだ。風化もうなずき、旅人たちと共に自然を守るための新たな計画を立てることにした。自然の調和は一人では守れない。みんなで力を合わせて未来のために働こう。風化の言葉に水葉も旅人たちも同意し、新たな絆を築いていった。彼らの使命は続くが、その心には強い意志と希望が満ち溢れていた。嵐が去った後の海辺の崖で、風化と水葉はこれからも自然の守護者として共に歩むことを誓った。彼らの物語は終わりではなく、新たな章が始まる。山の静けさ。長い冬眠から目覚めた草花のせい、リラは春の訪れを感じていた。彼女はそっと目を開け、周囲の森を見渡した。雪が溶け、新しい命が芽吹く準備をしている。春が来た。リラは微笑みながらそうつぶやいた。彼女は森の中を歩き始め、草花に命を吹き込むための準備を進めた。リラの手から放たれる光が、冬の眠りから覚めた草花に新たな命を与えた。おはよう、みな。リラの優しい声に草花たちが応えるように、色とりどりの花々が次々と咲き誇り始めた。彼女は春の息吹を感じながら森の隅々まで巡ることにした。道中でリラは冬眠から目覚めたばかりの動物たちと出会った。彼らもまた新しい季節の訪れを喜んでいる。リラ、春が来たんだね。小さなリスがリラに駆け寄り嬉しそうに声をかけた。リラは微笑みながらその頭を優しく撫でた。ええ、春が来たわ。これからたくさんの花が咲き、森は美しさに包まれるの。リラはリスと別れ、さらに奥へと進んだ。彼女の歩く先々で草花が命を吹き込まれ、鮮やかな花々が咲き始めた。春の訪れを感じた森全体が新たな命の息吹で満たされていった。リラは心の中で感謝の気持ちを抱きながら森の美しさを再発見していた。
新しい季節の始まりは、彼女にとっても特別なものであった。この森がいつまでも美しいままでありますように。リラは祈りを捧げ、これからも森の守護者としての使命を果たすことを誓った。春の光が差し込む中、リラは次の目的地へと歩を進めた。春の訪れを告げるために、リラは森の隅々まで巡りながら、草花に命を吹き込んでいた。彼女の歩く先々で、草花たちは次々と目を覚まし、鮮やかな色で森を彩っていった。おはよう、花たち。リラは優しく声をかけ、手のひらから放たれる光で花々に命を吹き込んだ。小さな花から大きな木の花まで、リラの魔法で一斉に咲き始めた。彼女はその光景に満足しながら次の場所へと向かった。道中でリラは様々な動物たちと出会った。冬の眠りから覚めたばかりの動物たちは新しい季節の訪れを喜んでいた。リラ、君のおかげで森がこんなに美しくなったよ。リスやウサギ、鹿たちがリラに感謝の言葉を伝えた。リラは微笑みながら彼らと交流し、共に春の喜びを分かち合った。私も皆と一緒に春を迎えられて嬉しいわ。これからも森を美しく保つために、皆で力を合わせましょう。リラはそう言って、さらに奥へと進んだ。彼女は古い樹木の下に咲く花々にも命を吹き込んだ。大きな樹木の根元には小さな花が控えめに咲いていた。ここにも春を届けましょう。リラは優しくその花に触れ、命を吹き込んだ。花は輝きを増し、美しい色で咲き誇った。リラはその光景に満足し、次の目的地へと向かった。森の奥深くに進むと、リラは古い友人であるフクロウと出会った。フクロウはリラに向かって低く囁いた。リラ、春の訪れを告げるために頑張っているんだね。でも、森の奥にはまだ目覚めていない花たちがいるよ。リラはその言葉に驚きながらも、フクロウの案内に従って、さらに奥へと進んだ。そこには、まだ春の息吹を感じられていない花々が眠っていた。ここにも命を吹き込まなければ。リラはそう決意し、眠っている花々に手を差し伸べた。彼女の手から放たれる光が、花々に命を与え、次々と咲き誇り始めた。森全体が春の訪れを感じ、目覚めの時を迎えた。リラはその光景に心からの喜びを感じ、森の美しさを守るために自分の役割を果たせたことに感謝した。リラは森の奥深くにある秘密の花園を発見した。そこには見たことのない珍しい花々が咲き誇っていた。花園に足を踏み入れると空気が一変し、神聖な雰囲気が漂っていた。ここが秘密の花園。リラは驚きと喜びで胸がいっぱいになった。花園の中心には特別な力を持つとされる花が咲いていた。その花は他の花々とは異なり、まばゆい光を放っていた。この花の力を使えば、森全体をさらに美しくできるかもしれない。リラはそう考え、その特別な花に近づいた。花に手を触れると、花はリラの手に応えるように光を増し、温かいエネルギーがリラの体内に流れ込んできた。この力をどう使えばいいのか。リラはそのエネルギーを感じながら森全体の調和を保つ方法を模索した。その時、突然、花園の隅から声が聞こえてきた。リラ、この花の力を正しく使うためには、古代の知識が必要だ。声の主は古代から存在する精霊、エルダーだった。エルダーはリラに向かって微笑み、その手に持つ古い巻物を差し出した。この巻物には、特別な花の力を使うための儀式と呪文が記されている。それを学べば、君は森全体をさらに美しくすることができるだろう。リラは巻物を受け取り、エルダーに感謝の意を示した。彼女はその場で巻物を開き、記されている知識を読み始めた。この呪文を唱え、儀式を行えば。リラは巻物の内容を理解し、花園の特別な花々にその力を与える準備を始めた。彼女は儀式のために花々を集め、エルダーの指導の下で呪文を唱えた。花々よ、私に力を貸して。森全体を美しく、調和の取れた場所にするために。リラの声が響き渡り、花園全体が輝き始めた。特別な花々の力がリラに集まり、
彼女はその力を使って森の調和を取る方法を学んだ。これで森全体がさらに美しくなる。リラは新たな使命を胸に、森の他の部分にも、この特別な力を広げる決意をした。彼女は花園を後にし、森の調和を保つための旅を続けた。リラは秘密の花園で得た特別な花々の力を使い、森全体の調和を取るための儀式を行うことを決意した。彼女はまず森の中心にある広場に向かった。そこは森全体のエネルギーが集まる神聖な場所であった。ここで儀式を行えば、森全体に花々の力を広げることができる。リラは広場に到着し、特別な花々を慎重に配置した。それぞれの花が持つ力を引き出すために、彼女は古代の儀式を準備し始めた。エルダーから教わった呪文を思い出しながら、リラは儀式の開始を待った。森の精霊たち、私に力を貸して。リラは心の中でそう祈り、儀式を始めた。彼女の声が広場に響き渡り、花々が一斉に輝き始めた。リラは集中し、呪文を唱え続けた。花々の力よ、森全体に調和をもたらして。リラの声が高まるとともに、花々の輝きも増していった。その光は次第に広がり、森の隅々まで届くようになった。花々の力が森全体に広がり、自然の調和が取れていくのをリラは感じた。その時、森の動植物たちが広場に集まってきた。彼らもリラの儀式を見守り、共に森の調和を願っていた。動物たちが静かに見守る中、リラは最後の呪文を唱えた。花々の力よ、永遠に森を守り続けて。その瞬間、花々から放たれた光が森全体を包み込み、すべての花が一斉に咲き誇った。森全体が美しさと調和に満ち、リラはその光景に感動した。これで森は永遠に美しく保たれる。リラは感謝の気持ちを込めて花々に触れた。花々は彼女に応えるように優しく揺れ、リラの心に温かい感情を伝えた。動物たちもまた森の調和を感じて喜びを分かち合った。リラはその光景に満足し、自分の役割を果たせたことに誇りを感じた。これからも、私はこの森を守り続ける。リラは決意を新たにし、森の守護者としての使命を胸に刻んだ。彼女の努力により、森は永遠に美しさと調和を保ち続けることとなった。森の調和が完全に取り戻されたことを祝い、リラと森の生き物たちは盛大な祝祭を開くことに決めた。リラは花々に命を吹き込み、森全体が色とりどりの花で彩られた。動物たちは集まり、喜びと感謝の気持ちを分かち合った。さあ、祝祭を始めましょう。リラは優しく微笑みながら広場の中央に立った。彼女の周りには咲き誇る花々が輝いていた。動物たちはリラを囲み、期待に満ちた目で彼女を見つめていた。皆さん、この森が再び美しさと調和に満ちたのは、皆さんの協力のおかげです。今日の祝祭は、皆さんへの感謝の気持ちを込めて開かれます。リラの言葉に動物たちは一斉に歓声を上げた。彼らはそれぞれの特技を披露し、祝祭を盛り上げた。小鳥たちは美しい歌を歌い、リスたちは木の実を運び、鹿たちは優雅な舞を披露した。リラもまた花々と共に踊り始めた。彼女の踊りは優雅で、花々が揺れるたびに森全体が輝きを増した。動物たちはその光景に見とれながら、リラと共に祝祭を楽しんだ。この森がいつまでも美しくありますように。リラは心の中でそう祈りながら踊りを続けた。祝祭は夜まで続き、星が輝く空の下で森全体が喜びに包まれていた。リラ、ありがとう。この森がこんなにも美しくなったのは君のおかげだ。フクロウがリラに感謝の言葉を伝えた。リラは微笑みながら答えた。皆さんが力を合わせてくれたおかげです。これからも一緒に、この森を守り続けましょう。動物たちはリラの言葉に同意し、これからも森を守るために協力することを誓った。リラはその誓いを胸に、これからも森の守護者としての使命を果たしていくことを決意した。祝祭が終わり、リラは満足感とともに花々に囲まれた場所で静かに座った。彼女はこの瞬間を心に刻み、森の未来を見据えた。
この森が永遠に美しくありますように。リラの願いは森全体に響き渡り、未来へと続いていく。彼女の努力と愛情により、森は永遠に調和と美しさを保ち続けることだろう。雨音の中で。古代の庭園に雨が降り始めると、雫が静かに現れた。雨の音が庭園全体に響き渡り、植物たちはその恵みを喜んで受け取っている。雫は植物たちに近づき、一つ一つに命の水を与えた。この雨が皆に恵みをもたらしますように。雫は優しく微笑みながら植物たちに語りかけた。彼女の手から放たれる水は植物たちに新たな命を吹き込む。雨の日にしか現れない雫の存在が庭園の美しさを保つために重要であることが明らかだった。ありがとう、雫。小さな花が雫に感謝の言葉を伝える。雫はその言葉に微笑みながら答えた。どういたしまして、皆が元気に育つことが私の喜びです。雨は静かに降り続け、庭園全体がしっとりとした美しさに包まれていく。雫はその光景に満足しながら庭園の隅々まで巡った。ある日、雫は特別に美しい花に出会った。その花は他の花々よりも輝いて見えた。あなたは特別な花ね。雫はその花に近づき、手をかざした。その瞬間、花はさらに輝きを増し、雫に応えるように揺れた。この花が庭園全体に良い影響を与えるように、私も力を尽くします。雫はそう誓い、その花を中心に庭園の手入れを続けた。雨が降るたびに雫は現れ、庭園の植物たちに恵みを与え続けた。彼女の努力により、庭園はますます美しく、調和に満ちた場所となっていった。この庭園がいつまでも美しくありますように。雫の心からの願いは、雨の音とともに庭園全体に響き渡った。植物たちは雫の愛情を受け取り、ますます元気に育っていった。雨の日、雫はいつものように庭園に現れ、植物たちに恵みの水を与えていた。彼女は植物たちの成長を見守りながら、静かに語りかけた。皆が元気に育つことが、私の喜びです。その時、雫はふと植物たちの囁きを聞いた気がした。彼女は耳を澄ませ、周囲の声に注意を払った。雫ありがとう。あなたのおかげで私たちは元気に育っています。花や木々からの声が聞こえ、雫は驚きと喜びで胸がいっぱいになった。植物たちと話せるようになったことで、彼女はさらに深い絆を感じた。皆の声が聞けるなんて、嬉しいわ。これからもっと皆のことを知りたい。雫は植物たちと会話をしながら庭園を巡ることにした。花々は彼女に自分たちの状態を教え、木々は森の奥で何が起こっているかを伝えた。雫はその情報をもとに植物たちがよりよく育つための手入れを続けた。雫、私たちのためにしてくれることに感謝しています。雫は花の声に微笑みながら答えた。どういたしまして。皆が元気に育つことが私の使命です。雨の日が続く中、雫は植物たちの声を聞きながら庭園の手入れを続けた。彼女は植物たちが必要とするものを的確に見つけ出し、適切なケアを施すことで庭園全体の調和を保った。ある日、雫は庭園の奥で新しい声を聞いた。そこにはひときわ美しい花が咲いていた。雫、私の力を使って庭園全体をさらに美しくして。その声に導かれ、雫はその花に手をかざした。花は輝きを増し、その力が庭園全体に広がっていくのを感じた。この力を使って、もっと庭園を美しくしましょう。雫はその花の力を借りて、庭園の調和をさらに深めるための努力を続けた。彼女の手から放たれる雨の恵みは、庭園の植物たちをますます元気にし、庭園全体が一体となって輝きを増した。皆の声を聞きながら、これからもこの庭園を守り続けます。雫の心からの誓いは、雨の音とともに庭園全体に響き渡った。
植物たちはその愛情を受け取り、雫と共に成長していった。雫は植物たちの声を聞きながら、庭園の調和を保つために努力を続けていた。ある日、彼女は特別な雨の魔法を学ぶ機会に恵まれる。植物たちが彼女にその魔法の存在を教えてくれたのだった。雫、あなたには雨の魔法を学ぶ力がある。私たちの声を聞きながら、その力を使って庭園をもっと美しくして。雫は植物たちの言葉に心を躍らせた。彼女はその魔法を学ぶために植物たちの指導を受けることにした。雨の日が続く中、雫は庭園の隅々まで巡りながら魔法の力を試してみた。この雨の魔法を使えば、庭園全体がもっと輝くはず。雫はそう信じて魔法の練習を始めた。彼女は植物たちの声を聞きながら手のひらから雨の力を放ち、植物たちに恵みを与えた。すると植物たちは一斉に輝きを増し、庭園全体が美しさに包まれた。これが雨の魔法の力。雫はその効果に感動しながら、さらに魔法を磨いていくことに決めた。彼女は毎日のように練習を続け、魔法の力を使いこなすための方法を学んでいった。ある日、雫は庭園の奥で特別な花に出会った。その花は他の花々とは異なり、特別な力を持っているようだった。この花の力を使えば、もっと庭園を美しくできるかもしれない。雫はその花に手をかざし、雨の魔法を使って力を引き出そうとした。花は輝きを増し、その力が庭園全体に広がっていくのを感じた。この力を使って、庭園全体を輝かせましょう。雫はその花の力を借りて、庭園の調和をさらに深めるための努力を続けた。彼女の手から放たれる雨の恵みは、庭園の植物たちをますます元気にし、庭園全体が一体となって輝きを増した。皆の声を聞きながら、これからもこの庭園を守り続けます。雫の心からの誓いは、雨の音とともに庭園全体に響き渡った。植物たちはその愛情を受け取り、雫と共に成長していった。雫は雨の魔法を習得し、庭園全体を輝かせるための力を手に入れた。しかし、彼女はさらに庭園を美しくする方法を探していた。ある日、植物たちからの囁きが彼女に新たなヒントを与えた。雫、雨の魔法を使って交響曲を奏でてみて。私たちがその音に応えて美しく咲き誇るでしょう。その言葉に心を躍らせた雫は庭園の中央に向かった。そこに立つと雨の魔法を使って美しい音を奏で始めた。雫の手から放たれる雨の雫が楽器のように響き、庭園全体がその音に包まれた。この音が皆に届きますように。雫は心を込めて交響曲を奏でた。すると植物たちはその音に応えるように一斉に輝き始めた。花々は美しい色を放ち、木々は優雅に揺れ、庭園全体が生命力に満ち溢れた。素晴らしい。これが雨の交響曲の力。雫は感動しながらさらに交響曲を続けた。彼女の奏でる音が次第に高まり、庭園全体が一つとなって響き合った。その瞬間、庭園はかつてないほどの美しさに包まれた。皆の力を合わせれば、こんなにも素晴らしい光景が広がるのね。雫はその光景に心からの喜びを感じた。彼女は植物たちと共に、この美しい庭園を守り続けることを誓った。その時、庭園の奥から特別な花が輝きを増して現れた。その花は他の花々よりも強い光を放っていた。雫、あなたの努力に感謝します。この庭園を守るために私たちも力を貸します。その声に応え、雫はさらに雨の交響曲を奏で続けた。植物たちがその音に応え、一斉に咲き誇る光景はまるで魔法のようだった。この庭園が永遠に美しくありますように。雫の願いは雨の音とともに庭園全体に響き渡った。植物たちはその愛情を受け取り、ますます元気に育っていった。雨の魔法によって庭園が永遠に輝き続ける日が訪れた。雫は植物たちと共に庭園の調和を守るために努力を続けていた。
ある日、彼女は庭園の中央に立ち、心からの願いを込めて、雨の魔法を使い始めた。この庭園がいつまでも美しくありますように。雫の手から放たれる雨の雫が庭園全体に降り注ぎ、植物たちはその恵みを受け取って輝きを増した。花々は美しい色で咲き誇り、木々は優雅に揺れ、庭園全体が生命力に満ち溢れていた。その時、特別な花が一層強い光を放ち始めた。その花は他の花々とは異なり、特別な力を持っていた。雫、あなたの努力に感謝します。この庭園を永遠に守るために、私たちも力を貸します。その声に応え、雫はさらに雨の魔法を使い続けた。彼女の心からの願いが雨の音とともに庭園全体に響き渡り、植物たちはその愛情を受け取ってますます元気に育った。この庭園が永遠に美しくありますように。雫の願いは植物たちの声とともに広がっていった。庭園の調和が保たれ、植物たちは雫に感謝の気持ちを伝えた。ありがとう、雫。あなたのおかげで、私たちは元気に育っています。雫はその言葉に微笑みながら答えた。どういたしまして、皆が元気に育つことが私の喜びです。雨の音が静かに響く中、庭園は永遠の美しさに包まれていた。雫はその光景に満足し、これからも庭園の守護者としての使命を果たすことを誓った。これからも、この庭園を守り続けます。雫の誓いは雨の音とともに庭園全体に響き渡った。植物たちはその愛情を受け取り、雫と共に成長していった。そして雫の努力によって庭園は永遠に輝き続ける場所となった。雨の魔法と雫の愛情が庭園全体に満ち溢れ、植物たちはいつまでも元気に育ち続けた。この庭園が永遠に美しくありますように。雫の願いはいつまでも庭園全体に響き渡り続けた。彼女の心からの誓いが庭園の調和を永遠に保ち続けた。湖のささやき。湖の底に広がる神秘的な洞窟、ティアは長い間、この場所を守ってきたが、最近不思議な囁きを感じるようになった。囁きは深く、古代の秘密を呼び覚ますようなものであった。この声は一体。ティアは囁きの正体を探る決意を固めた。彼女は洞窟の奥へと進み、光が差し込む美しい場所にたどり着いた。固定の静けさの中、囁きはますます鮮明になり、ティアを誘うように響き渡った。この先に何があるのか、確かめなければ。ティアはさらに奥へと進み、古代の秘密が隠された場所を目指した。洞窟の壁には古代の文字が刻まれており、彼女はその意味を読み解こうとした。古代の知恵がここに。ティアは手で文字をなぞりながら、その秘密を解明しようと努力した。囁きは彼女を導くように続き、ティアは洞窟のさらに奥深くへと進んでいった。この声の正体を突き止めれば、湖の秘密が明らかになるかもしれない。ティアは洞窟の奥で不思議な光を見つけた。その光はまるで呼びかけるように彼女を誘い、ティアはその光に向かって歩みを進めた。古代の秘密を守るために、私はここにいる。ティアの心には使命感が宿り、彼女は洞窟の奥深くに隠された古代の知恵を探り続けた。その先に何が待っているのか、彼女自身もまだ知らなかった。ティアは洞窟の奥深くに進み、古代の賢者の知恵を宿す石碑を見つけた。その石碑は湖を守るための重要な知識が刻まれているようだった。ティアは石碑の前に立ち、その意味を読み解こうとした。この石碑には、湖を守るための知恵が隠されている。ティアは石碑に刻まれた文字を一つ一つ丁寧に読み解き、その内容を理解しようとした。古代の文字は難解であったが、ティアの知識と経験がその解読を助けた。この知恵を使えば、湖の調和を保つことができるはず。ティアは石碑に刻まれた謎を解くことで、新たな力を手に入れることを確信した。彼女はその知恵を実践するために、さらに洞窟の奥へと進んだ。
洞窟の中で、ティアは湖の精霊たちの姿を見つけた。彼らは古代の賢者たちが残した知恵を守るために存在していた。精霊たちはティアに向かって静かに語りかけた。ティア、この石碑の知恵を使えば、湖の調和を保つことができる。しかし、そのためには試練を乗り越える必要がある。ティアは精霊たちの言葉にうなずき、試練に挑む決意を固めた。彼女は石碑の謎を解き明かし、その知恵を手に入れるために全力を尽くした。試練は厳しかったが、ティアはその困難に立ち向かい続けた。彼女の決意と勇気が試練を乗り越える原動力となった。この試練を乗り越えれば、湖を守るための新たな力が手に入る。ティアは自分自身にそう言い聞かせながら、精霊たちからの試練を一つ一つ克服していった。試練を通じて、ティアは自分の力と知恵を深め、湖の調和を保つための新たな力を手に入れた。最終的に、ティアは石碑に刻まれたすべての謎を解き明かし、その知恵を手に入れた。彼女は、その力を使って、湖の調和を保つための計画を立てることを決意した。この知恵を使って、湖を守り続ける。ティアの心には強い使命感が宿り、彼女は精霊たちと共に湖の調和を保つための努力を続けた。ティアは石碑の謎を解き明かし、湖の精霊たちから秘められた力を授かった。その力を手に入れた彼女は、湖の調和を乱そうとする外部の脅威に立ち向かう決意を固めた。この力で、湖を守り続ける。ティアは心に強い決意を抱き、湖の周囲を見守りながら、新たな力を試してみることにした。湖の精霊たちも彼女に協力し、湖全体が調和と平和を保つように努めた。ある日、ティアは湖の近くで不穏な動きを感じた。彼女はその原因を突き止めるために湖の周囲を巡り、精霊たちと共に調査を始めた。この力を使えば、湖を守ることができる。ティアはそう信じて新たな力を駆使しながら調査を続けた。彼女は湖の周囲に張り巡らされた自然のバリアを強化し、外部からの脅威を防ぐための方法を模索した。精霊たちの助けを借りながら、ティアは湖の周囲に結界を張り巡らせた。その結界は湖全体を包み込み、外部からの侵入を防ぐ強力な力を持っていた。これで、湖は守られるはず。ティアは結界を完成させた後、湖の精霊たちと共にその効果を確認した。結界が湖を守り、調和を保つための強力なバリアとなっていることを確信した。しかし、外部の脅威は依然として存在していた。ティアはその脅威に立ち向かうための新たな計画を立てることにした。彼女は精霊たちと共に湖を守るためのさらなる対策を講じた。この湖を守るために、全力を尽くす。ティアの決意は揺るぎなく、彼女は湖の調和を保つための努力を続けた。精霊たちとの絆が深まり、湖全体が調和と平和に満ちた場所となった。この力で、湖を永遠に守り続ける。ティアの心には使命感が宿り、彼女は精霊たちと共に湖の守護者としての役割を果たし続けた。湖の調和が保たれ、ティアはその美しさと平和を守り続けることを誓った。ティアは湖の調和を保つために新たな力を手に入れたが、囁きが続く中、さらなる古代の秘密が隠されていることを感じた。彼女は湖底のさらに奥深くに進み、古代の賢者たちが残した遺跡を発見する。ここにもっと重要な知恵が隠されているはず。ティアは遺跡の入り口に立ち、古代の知恵を求めて遺跡の内部へと進んだ。遺跡の中には美しい彫刻や古代の文字が刻まれており、ティアはその意味を読み解くことに集中した。この遺跡には湖を守るための強力な魔法が隠されている。ティアはそう確信し、遺跡の中を探索しながら魔法の源を探し求めた。湖の精霊たちも彼女に協力し、遺跡の中で見つかる古代の手がかりを集めた。ある部屋に入ると、ティアは古代の魔法を封じ込めた特別な石碑を見つけた。その石碑には湖を守るための強力な魔法が記されていた。この魔法を解き放つことで、湖の調和を永遠に保つことができる。
ティアは石碑に近づき、その魔法を解き放つための儀式を始めた。彼女は精霊たちの力を借りながら古代の呪文を唱えた。湖の精霊たちよ。私に力を貸してください。ティアの声が遺跡の中に響き渡り、精霊たちも共に呪文を唱え始めた。石碑が輝きを放ち、その力が湖全体に広がり始めた。この魔法が湖の平和を守る力となりますように。ティアは心からの願いを込めて呪文を唱え続けた。石碑の輝きが増し、湖全体がその光に包まれていった。精霊たちの力とティアの魔法が一体となり、湖の調和を保つ強力な結界が完成した。これで湖は守られる。ティアはその光景に満足し、遺跡の外に出て湖全体を見渡した。湖は新たな輝きを放ち、調和と平和に満ちていた。ティアはその美しさに感動し、これからも湖の守護者としての役割を果たすことを誓った。この湖を永遠に守り続ける。ティアの決意は揺るぎなく、彼女は精霊たちと共に湖の調和を保つための努力を続けた。湖の美しさと平和が永遠に保たれることを願いながら、ティアは湖の守護者としての使命を果たし続けた。ティアの努力に感謝した湖の精霊たちが集まり、彼女に祝福の儀式を行う日がやってきた。湖全体が静寂に包まれる中、ティアは精霊たちに囲まれて神聖な儀式の場に立った。ティア、あなたの尽力に感謝します。今日はあなたを祝福するために集まりました。精霊たちのリーダーがそう告げると、他の精霊たちも賛同の声を上げた。ティアは少し緊張しながらも、心からの感謝の気持ちを抱いて、その場に立ち続けた。皆さん、ありがとうございます。私はこの湖を守るために力を尽くしてきました。でも、皆さんの助けがなければ、ここまで来ることはできませんでした。ティアの言葉に精霊たちは微笑みながらうなずいた。そして儀式が始まった。湖の精霊たちはそれぞれの力を合わせてティアに祝福の光を送った。この光はあなたへの感謝の印です。これからも湖を守り続けてください。光がティアを包み込み、彼女の体に温かいエネルギーが流れ込んだ。その瞬間、ティアは自身がさらに強力な守護者となることを感じた。この力を使って、湖を永遠に守ります。ティアの決意は一層強くなり、彼女は湖の調和を保つために新たな力を手に入れた。祝福の儀式が終わり、湖全体が一層美しく輝き始めた。これからも一緒に湖を守りましょう。ティアの言葉に精霊たちも応え、彼らの絆はさらに深まった。湖は精霊たちの力で守られ、ますます美しさと調和に満ちた場所となった。ティアは湖のほとりに立ち、広がる美しい光景を見つめた。湖面には精霊たちの輝きが映り、風が優しく吹き抜けた。この湖が永遠に美しくありますように。ティアの願いは湖全体に響き渡り、精霊たちの祝福とともに広がっていった。彼女の心には深い感謝と決意が宿り、これからも湖の守護者としての使命を果たしていくことを誓った。ティアの努力と精霊たちの力により、湖は永遠に美しく輝き続ける場所となった。彼女の使命は終わりではなく、新たな始まりとして続いていく。森の光と影。森の中はいつも静かだった。風が木々の間をすり抜け、鳥たちのさえずりが優しく響く。それは数百年もの間変わることのない平和な日々だった。アースストーンは、そんな静寂の中で佇み、森のすべてを見守っていた。ある日、森に一人の小さな子供が迷い込んできた。子供の名前はリナ。彼女は森で遊んでいるうちに、知らぬ間に深く入り込みすぎてしまったのだ。リナは不安そうにあたりを見回しながら、石像の前に立ち止まった。ここはどこだろう？リナはつぶやいた。その瞬間、アースストーンの中に何かが目覚めた。長い間忘れ去られていた感覚が蘇り、彼は静かにリナの声に答えた。ここは静かな森。
私の名前はアースストーン。この森を守る石像だ。リナは驚きながらも、その声に恐れずに尋ねた。あなたが話せるなんて知らなかった。どうしてここにいるの？アースストーンは微笑むように答えた。私はずっとこの森を見守ってきた。この森が平和であり続けるように、そして君のような訪問者が迷わないように。リナは少し安心したように微笑んだ。じゃあ、私を家に帰してくれる？もちろんだ。だが、その前に少しだけこの森のことを教えよう。森にはたくさんの美しいものがあるんだ。そうしてアースストーンはリナに森の秘密や美しさを語り始めた。リナはその話を聞きながら少しずつ不安を忘れていった。彼女は森の中で見つけた美しい花や小さな動物たちと触れ合うことで心の中に新たな冒険心が芽生えていくのを感じた。時間が経つにつれ、アースストーンとリナの間には深い絆が生まれた。リナは森を訪れるたびにアースストーンと話をし、森の中で過ごす時間を楽しむようになった。そしてリナは森のすべてを知ることになるまで、アースストーンと共に冒険を続けることを決意したのだった。リナは毎日学校が終わると森へと足を運ぶようになった。彼女はアースストーンとの会話を心から楽しみ、その教えを受けることで森の知識をどんどん吸収していった。ある日、リナはアースストーンに質問した。どうしてこの森にはこんなにたくさんの種類の動物や植物がいるの？アースストーンは優しく答えた。この森はとても古く、長い時間をかけて多くの生き物たちがここで暮らしてきたんだ。それぞれの生き物が互いに助け合いながらここで生きている。リナはその言葉に感動し、森の生き物たちともっと近づきたいと思った。彼女は毎日アースストーンと一緒に森を歩き、動物たちの観察をしたり、植物の世話をしたりした。アースストーンの知識は尽きることがなく、リナはそのすべてを学び取ろうと一生懸命だった。ある日、リナは友達のケンとアヤを森に連れてきた。リナは二人にアースストーンのことを話し、その存在を紹介した。この石像はアースストーンって言うんだ。森の守護者なんだよ。リナは誇らしげに言った。ケンとアヤは最初は半信半疑だったが、アースストーンが実際に話すのを聞くと、驚きとともにその存在を信じた。彼らもリナと一緒にアースストーンの話を聞き、森の魅力に惹かれていった。アースストーンは新しい友達たちにも優しく接し、森の知識を分かち合った。三人はアースストーンと共に過ごす時間を楽しみ、毎日のように森を訪れるようになった。彼らはアースストーンと一緒に森を探索し、隠れた小道や珍しい植物を発見することが大好きだった。リナたちが森で過ごす時間が増えるにつれ、森はますます賑やかになっていった。鳥たちが彼らの周りを飛び回り、動物たちも警戒心を解いて近づいてくるようになった。アースストーンはそんな光景を見て心から喜んだ。彼は再び人々とつながり、森の中で新たな命が息づくのを感じていた。しかし、そんな穏やかな日々の中で、アースストーンは少しずつ心配事が増えていった。新しい友達たちの無邪気な行動が、時折森のバランスを崩す兆しを見せ始めていたのだ。彼はそのことをリナたちに伝えようと考えたが、彼らの楽しそうな笑顔を見て、どう伝えるべきか悩んでいた。それでも、アースストーンは信じていた。リナたちがきっと森のことを理解し、守るための行動をとってくれるだろうと。そして、その時が来るまで、彼は静かに見守ることにした。リナが友達を連れてくるようになってから、森の中は一層賑やかになった。ケンとアヤもアースストーンと一緒に過ごす時間を楽しみ、それぞれが森の魅力を見つけることに夢中になっていた。特にケンは昆虫の観察が好きで、アヤは花や植物のスケッチをすることが趣味だった。ある日、リナはさらに友達を増やすことを決意した。学校で森の秘密の石像の話をすると、興味を持ったクラスメートたちが次々と森を訪れるようになった。アースストーンは新しい友達たちにも優しく接し、森の知識を共有した。新しい友達の中には森に対する興味が薄い子供もいた。彼らはアースストーンの話を聞くよりも、ただ遊ぶことに夢中になった。
木に登ったり、動物を追いかけたりする姿を見て、アースストーンは少し心配になった。その日の夕方、リナとケン、アヤがアースストーンの元に集まった時、アースストーンは静かに話し始めた。リナ、ケン、アヤ、新しい友達たちが森を楽しんでくれるのは嬉しいことだ。しかし、森は繊細な場所であり、注意深く扱わなければならない。リナは少し困ったように答えた。でも、みんな森を楽しんでるよ。どうすればいいの？アースストーンは優しく答えた。楽しむことは大切だが、森の生き物たちにも配慮することが必要だ。友達たちに森のルールを教えてあげるんだ。自然を大切にし、尊重する方法を。ケンはうなずきながら言った。そうだね。僕たちが森の守り方を教えてあげれば、みんなももっと森を好きになってくれると思う。アヤも同意した。森の絵を描きながらみんなに話しかけてみる。森がどれだけ素晴らしい場所かを知ってもらいたい。リナは決意を固めた。わかった。アースストーン、みんなに森のルールを教えるよ。その日から、リナたちは友達に森の大切さを伝えることに力を注いだ。彼らはゲームやアクティビティを通じて自然を尊重する方法を教えた。友達たちは次第に森の美しさや重要性を理解し、遊び方も変わっていった。しかし、それでも完全に解決するわけではなかった。一部の友達は無邪気な行動を続け、時には森のバランスを乱すことがあった。アースストーンはその都度リナたちにアドバイスを送り、彼らはその問題に対処する方法を学んでいった。ある日、リナはアースストーンに尋ねた。どうして森のバランスがそんなに大事なの？アースストーンは答えた。森は一つの大きな命だ。すべての生き物が協力し合って生きているんだ。そのバランスが崩れると、森全体が影響を受けてしまう。リナは深くうなずいた。わかった。これからも森を守るために頑張るよ。そして、リナたちはさらに強い絆で結ばれ、森の守護者としての責任を果たすために、努力を続けることを誓った。リナたちが森を守るために努力を続けていたある日、森に異変が起こり始めた。新しい友達たちの無邪気な行動が原因で、いくつかの木が傷ついたり、動物たちが驚いて逃げ出したりすることが増えてきた。ある日、リナ、ケン、アヤ、そして他の友達たちが森で遊んでいると、突然大きな音が響き渡った。リナたちが音のする方に駆けつけると、そこには倒れた木が横たわっていた。どうしてこんなことになったんだろう。ケンは心配そうにつぶやいた。アースストーンも深刻な表情で言った。これは自然のバランスが崩れた兆候だ。皆が森を大切にしなければ、もっと大きな問題が起こるかもしれない。リナは決意を新たにし、友達たちに森の危機について説明した。みんな、私たちの行動が森に影響を与えているんだ。これからはもっと注意深く森を守る方法を考えよう。友達たちはその言葉に真剣に耳を傾け、自分たちの行動を反省し始めた。彼らはアースストーンのアドバイスを受けながら森の回復に取り組むことを決意した。まず最初にリナたちは倒れた木をどうにかしようと試みた。彼らは力を合わせて木を元の位置に戻そうとしたが、あまりにも重くて動かすことができなかった。その時、アースストーンが提案した。この木はもう元に戻せないが、他の方法で森を助けることができる。新しい木を植えたり、傷ついた動物たちを手当てしたりするんだ。リナたちはその提案に従い、まずは新しい木を植えることから始めた。森の中を歩き回り、適切な場所に苗木を植えていった。友達たちは協力して森を再生するために全力を尽くした。次に傷ついた動物たちを探し出し、手当てをした。リナは優しく小さな鳥の翼を包帯で巻き、ケンは傷ついたリスに食べ物を与えた。アヤは森の植物を使って動物たちのための薬草を作り出した。アースストーンもその様子を見守りながら彼らに助言を送り続けた。彼の知識と経験はリナたちの活動に大きな影響を与え、彼らの行動を支えた。時間が経つにつれて森は少しずつ回復していった。新しい木が芽を出し、動物たちも元気を取り戻した。リナたちは自分たちの努力が実を結ぶのを見て
大きな達成感を感じた。ある日、リナはアースストーンに感謝の気持ちを伝えた。アースストーン、あなたのおかげで私たちは森を守ることができた。本当にありがとう。アースストーンは優しく微笑んだ。私こそ、君たちに感謝している。君たちの努力と情熱が、森を救ったんだ。これからも森を大切にし続けてほしい。リナたちはその言葉を胸に刻み、これからも森を守ることを誓った。彼らの絆はますます深まり、アースストーンとの友情も永遠に続いていくのだった。月日は流れ、リナたちも成長していった。彼らはそれぞれの道を歩み始め、大人への階段を登っていた。しかし、森で過ごした日々とアースストーンとの絆は彼らの心に深く刻まれていた。リナは大学に進学し、環境科学を学ぶことを決意した。森での経験が彼女の進むべき道を示してくれたのだ。ケンは昆虫学者としての道を選び、アヤは植物学の研究に没頭していた。彼らはそれぞれの分野で森の知識を生かし、自然を守るために活動を続けていた。ある日のこと、リナは久しぶりに森を訪れた。アースストーンの元へと向かうと、変わらずそこに佇んでいる石像が彼女を迎えた。アースストーン、久しぶり。私は今、大学で環境科学を学んでいるの。リナは嬉しそうに話しかけた。リナ、久しぶりだね。君が森を愛し、守るために努力していることを私は誇りに思うよ。アースストーンは静かに答えた。リナは感慨深げに森を見渡した。ここで過ごした時間は、私にとってとても大切なものだよ。森とあなたのおかげで、私は自分の道を見つけることができた。アースストーンは微笑んだ。君たちが森を愛し、守り続けてくれることが何よりの喜びだ。これからも、この森は君たちの心の中で生き続けるだろう。リナはその言葉を胸に刻み、これからも自然を守るために努力することを誓った。そしてアースストーンとの絆は永遠に続くことを信じていた。それから数年後、リナ、ケン、アヤはそれぞれの分野で成功を収めていた。彼らは定期的に集まり、森での思い出を語り合うことが習慣となっていた。ある日の再会では、リナが提案した。皆で森に戻って、次の世代にこの森の素晴らしさを伝えよう。ケンとアヤも同意し、彼らは自分たちの子供たちを連れて森を訪れた。アースストーンは変わらずそこにあり、新たな訪問者たちを温かく迎えた。これは私たちが若い頃に過ごした場所なんだ。アースストーン。この石像が私たちの友達で、森の守護者なんだよ。リナは子供たちに語りかけた。アースストーンは静かに見守りながら、次の世代にもその知識と優しさを伝えることを決意した。彼の存在は永遠に続き、森の物語もまた、次の世代へと受け継がれていくのだった。リナたちはそれぞれの道を歩み続けながら、森との絆を忘れずに生きていった。彼らの心の中には、いつもアースストーンと森の美しさが輝いていた。そして、その輝きは次の世代へと広がり、永遠に続いていくのであった。海の輝き。神秘のブルーホールは、長い年月をかけて、その美しさと謎に包まれていた。青い水深に広がる洞窟のような構造は、未知の生物や植物の住処となっていた。その中心には、サンゴの精霊コーラルが静かに佇んでいた。彼女は古くからこの場所を守り続けていた。ある日、一人のダイバーがブルーホールを訪れた。彼の名前はマーク。冒険心に溢れた若いダイバーで、ブルーホールの美しさに魅了されていた。マークは慎重に水中を進み、洞窟の奥へと向かった。ここは本当に美しいな。マークは水中でつぶやいた。その時、彼の目の前に、サンゴの精霊コーラルが現れた。彼女は穏やかな微笑みを浮かべ、静かにマークに話しかけた。ようこそ、神秘のブルーホールへ。私はコーラル。この場所を守る精霊です。マークは驚きながらも、その美しい姿に心を奪われた。こんにちは、コーラル。
僕はマーク。この場所にずっと憧れていたんだ。コーラルは微笑みながら答えた。そう言ってくれて嬉しいわ。ブルーホールは多くの秘密を抱えているけれど、あなたのような訪問者に、その一部を教えることができるのは光栄です。マークは目を輝かせながら頼んだ。教えてほしい。この場所のこと、そしてあなたのことも。コーラルはうなずき、ブルーホールの奥深くへとマークを案内することにした。彼女はマークにサンゴ礁や珍しい海洋生物を紹介し、ブルーホールの歴史や秘密を語り始めた。このブルーホールは、古代から存在する神秘の場所です。多くの生物がここで生まれ、育ち、そして命を紡いできました。コーラルは優しく説明した。マークはその話に耳を傾けながら、ブルーホールの美しさにさらに魅了されていった。彼はコーラルとの出会いを通じて、海の深い知識と尊敬の念を抱くようになった。時間が経つにつれ、マークとコーラルの間には深い絆が生まれた。彼は毎日ブルーホールを訪れ、コーラルと共に新たな発見をし続けた。彼らの交流はブルーホールに新たな光をもたらし、その美しさと謎がさらに輝きを増していった。マークは毎日ブルーホールに通うようになった。彼はコーラルと共に過ごす時間を心から楽しみ、その教えを受けることで海の知識をどんどん吸収していった。ある日、コーラルはマークにブルーホールの奥深くを案内することを提案した。マーク、今日は特別な場所を見せてあげるわ。ブルーホールのさらに深い部分に美しい光景が広がっているの。コーラルは優しく微笑んだ。本当。それは素晴らしい。ぜひ見てみたい。マークは目を輝かせた。コーラルはマークを連れてブルーホールの奥深くへと進んだ。水の中は静かで神秘的な光が差し込んでいた。彼らは深く潜りながら様々な海洋生物に出会った。色とりどりの魚たちが群れをなし、幻想的な光景を織り増していた。この場所は本当に美しいね。マークは感動しながら言った。そうでしょう？ここはブルーホールの中でも特別な場所なの。多くの生物たちがここで生まれ育ち、命を紡いでいるの。コーラルは穏やかな声で答えた。彼らはさらに進み、サンゴ礁の中に広がる幻想的な景色を見つけた。光がサンゴに反射し、七色に輝く光景が広がっていた。マークはその美しさに圧倒され、言葉を失った。コーラル、ここはまるで夢の中みたいだ。本当に素晴らしい場所だね。マークは感動の声を上げた。この場所は、私たち海の生物にとっても特別な場所なの。ここで育った生物たちは、ブルーホール全体を支える存在となるの。コーラルは優しく説明した。マークはコーラルの話を聞きながら、海の生態系の複雑さと美しさに感動した。彼はこの場所を守るために自分に何ができるのかを考えるようになった。その日からマークはコーラルと共にブルーホールの奥深くを探索する日々を過ごした。彼らは未知の生物や美しい光景に出会い、その度に新たな発見をした。マークはコーラルの教えを受けながらブルーホールの秘密を少しずつ明らかにしていった。ある日、彼らは特に珍しい生物に出会った。それは光を放つ小さなクラゲで、その光が周囲を照らし出していた。マークはその美しさに目を奪われ、コーラルに尋ねた。このクラゲは何ていう名前なの？これはルミナークラゲと呼ばれる生物よ。ブルーホールの中でも特に珍しい存在なの。彼らの光は私たちに希望を与えてくれるわ。コーラルは微笑みながら答えた。マークはその言葉に感動し、ルミナークラゲを見つめた。この場所を守るために、僕にできることは何だろう？コーラルは優しく答えた。あなたの知識と経験を生かして、ブルーホールの美しさと重要性を伝えることができるわ。多くの人々がこの場所を知り、大切にすることが大事なの。マークはうなずき、決意を新たにした。わかった。コーラル、僕はこの場所を守るために全力を尽くすよ。そして、マークとコーラルの絆は、ますます深まり、彼らは、ブルーホールの美しさと、秘密を守るために協力し続けた。
ブルーホールの探索を続ける中で、マークとコーラルは多くの美しい生物や光景に出会ってきた。しかし、彼らは同時にブルーホールの奥深くに潜む危険な存在にも気づき始めた。ある日、コーラルは不安そうな表情でマークに話しかけた。マーク、今日は特別に気をつけてほしいの。この辺りには、私たちにとって脅威となる生物が潜んでいるの。マークは慎重にうなずいた。わかった。どんな生物がいるの？ここには、シャドウクラブと呼ばれる巨大なカニがいるわ。彼らは非常に攻撃的で、このブルーホールを自分たちの縄張りと考えているの。コーラルは説明した。マークは警戒しながらも、コーラルと共に探索を続けた。彼らは、ブルーホールの深部に向かい、シャドウクラブの姿を探し始めた。しばらく進んだ後、突然大きな影が彼らの前に現れた。気をつけて。シャドウクラブだ。コーラルは警告した。マークは素早く反応し、シャドウクラブから距離を取ろうとした。しかし、シャドウクラブはすでに彼らに気づき、巨大なハサミを振り上げて襲いかかってきた。逃げよマークは叫び、コーラルと共に逃げ道を探し始めた。彼らは必死に泳ぎ、シャドウクラブから逃れるために、ブルーホールの奥深くへと進んだ。しかし、シャドウクラブは執拗に追いかけてきた。マークは一瞬の隙をついて、コーラルに計画を提案した。コーラル、僕がシャドウクラブの注意を引くから、その間に安全な場所に避難して。でも、マーク。コーラルは心配そうに言った。大丈夫。僕に任せて。マークは決意を固めた。マークはシャドウクラブの前に立ちふさがり、大声で叫んだ。こっちだ。こっちに来い。シャドウクラブはマークに気を取られ、その方向へと進んだ。その間に、コーラルは安全な場所へと避難した。マークはシャドウクラブを引きつけつつ、巧妙に逃げ道を見つけた。ここだ。マークは小さな隙間に飛び込み、シャドウクラブの攻撃から逃れた。シャドウクラブは隙間に入れず、苛立ちの声を上げた。コーラル、大丈夫か？マークは息を整えながら問いかけた。無事よ。マーク、ありがとう。あなたのおかげで助かったわ。コーラルは感謝の意を込めて答えた。二人は再び合流し、危険な生物から逃れたことに安堵した。しかし、彼らはブルーホールの安全を守るために、さらに警戒を強める必要があることを痛感した。私たちはブルーホールの美しさを守るために、もっと強くならなければならないわ。コーラルは決意を新たにした。そうだね。僕たちはこの場所を守るために全力を尽くそう。マークも同意した。そして二人はブルーホールの安全を確保するために、さらなる冒険と挑戦を続けることを誓った。シャドウクラブとの遭遇を乗り越えたマークとコーラルは、ブルーホールの安全を守るために、さらなる努力を続けた。彼らは、海洋生物と人間が共に生きるための方法を模索することを決意した。ある日、コーラルは、新しい計画をマークに提案した。マーク、私たちが見つけたシャドウクラブを含め、このブルーホールの生態系全体を守るために、もっと多くの人々に協力を求めるべきだと思うの。マークはうなずきながら答えた。そうだね。僕たちだけでは限界がある。人々にブルーホールの美しさと重要性を伝え、協力を得ることが大切だ。二人は協力して、ブルーホールの保護計画を立てた。マークは自分のダイビング仲間や研究者たちに声をかけ、ブルーホールの保護活動を広めるためのキャンペーンを開始した。コーラルは海洋生物たちと協力し、生態系のバランスを保つための対策を考えた。まず最初に、マークとコーラルは、ブルーホールの中に保護区域を設けた。ここでは人間の活動を制限し、海洋生物たちが安全に暮らせる環境を整えた。また、定期的にブルーホールの生態系をモニタリングし、異常が発生した際には迅速に対応できるようにした。次に、マークはブルーホールの美しさと重要性を伝えるための講演を行った。彼は自身の経験を語り、ブルーホールがいかに大切な場所であるかを多くの人々に伝えた。講演の後、多くの人々がブルーホールの保護活動に賛同し、協力を申し出てくれた。みんなの協力があれば、ブルーホールを守ることができる。マークは感謝の気持ちを込めて言った。
さらに、コーラルはブルーホールの生態系を守るための新しいアイデアを考えた。彼女は海洋生物たちと共に、ブルーホールの環境を改善するための取り組みを始めた。サンゴ礁の再生や汚染防止対策を行い、生態系の回復を図った。マークとコーラルの努力は次第に実を結び、ブルーホールの環境は少しずつ改善されていった。彼らの活動は広がり、多くの人々がブルーホールを訪れるようになった。訪問者たちはブルーホールの美しさに感動し、その保護活動に積極的に参加するようになった。マーク、私たちの活動が広がって、ブルーホールが再び美しい場所になってきたわ。コーラルは嬉しそうに言った。本当にそうだね。みんなの協力のおかげだよ。マークも微笑んだ。そして彼らはさらに大きな目標を立てた。ブルーホールだけでなく、他の海洋地域でも同じような保護活動を広めることを決意した。彼らの活動は国際的な注目を集め、他のダイバーや研究者たちも同様の取り組みを始めた。私たちの活動が世界中の海を守るきっかけになるといいわ。コーラルは希望に満ちた声で言った。そうだね。僕たちの努力が未来の海を守る力になると信じてる。マークも同意した。そして彼らはブルーホールの保護活動を続けながら新たな海洋地域での活動を開始した。マークとコーラルの絆はますます深まり、彼らの活動は次第に広がっていった。マークとコーラルの活動はブルーホールを越えて広がり始めた。彼らの努力が実を結び、他の海洋地域でも同様の保護活動が展開されるようになった。海の美しさと重要性を広めるために多くの人々が協力を申し出た。マークは講演やワークショップを通じて海洋保護の重要性を訴え続けた。彼の情熱と知識は多くの人々に感動を与え、新たな保護活動のリーダーたちを育てた。皆さん、私たち一人一人の行動が海の未来を守る力になります。共に手を取り合って美しい海を次の世代に残しましょう。マークは講演の終わりにそう語りかけた。一方、コーラルは海洋生物たちとの協力を続け、ブルーホールだけでなく他の海洋地域でも生態系の保護に尽力した。彼女の知識と力を借りて多くの海洋地域で環境の改善が進んだ。ある日、マークはコーラルと共に新たな海洋保護区を訪れた。そこにはブルーホールでの成功がモデルとなり、多くの保護活動が展開されていた。コーラル、ここも素晴らしい場所だね。僕たちの活動がこんなにも広がっているなんて、本当に嬉しいよ。マークは感慨深げに言った。ええ。私たちの努力が実を結び、多くの人々が共に海を守るために立ち上がってくれたわ。コーラルも微笑んだ。その時、一人の若いダイバーがマークに近づいてきた。マークさん、あなたの講演に感動して、この活動に参加しました。おかげで、私も海を守るために何かできるんだって気づきました。マークはその言葉に感謝の気持ちを込めて答えた。ありがとう。君のような人たちが増えることが未来の海を守る力になるんだ。コーラルもその若いダイバーに微笑んだ。海は私たちすべての生命の源です。共に手を取り合って、海の美しさと豊かさを守り続けましょう。そして、マークとコーラルの活動は、さらに広がり、世界中の海洋地域で、共生の道が模索されるようになった。彼らの物語は、未来への希望として語り継がれ、多くの人々が、海を守るために立ち上がった。私たちの努力は、未来の世代につながる。海の美しさを守るために、私たちはこれからも続けていくわ。コーラルは希望に満ちた声で言った。そうだね。僕たちの活動が次の世代への希望となるように。マークも力強く答えた。そして彼らは共に新たな海洋保護区での活動を続け、未来への希望を広めていった。ブルーホールから始まった彼らの物語は、海洋保護の象徴として永遠に語り継がれることとなった。